ラティアスの無課金評価。ジャースパルと申します。ラティアスリサーチでその姿を表してくれたラティアスの強さを紐解いていって、無課金視点で評価考察していきたいと思います。元気エールヒーラーとしては若干力不足で、お手サポ使いとしてはそれなり。食材の能力はかなり低めで、その分木の実の能力はオンバーンを超えるというなかなか尖った性能のラティアス。強み弱みがはっきりしまくっているので、どんな人におすすめかなどを考えていきたいかなと思います。おそらくラティオスと組み合わせたら相当強いんじゃないかと思うので、最大の敵は厳選ということになるかもしれません。それでは参ります。それではまずは超ざっくりラティアスのステータスを確認していきましょう。ラティアス、ドラゴンタイプのスキルが得意なポケモンで、お手伝いスピードは2800秒、食材確率は 11.4% となっているようで、この食材確率の低さから、海流やオンバーンより遅いのに木の実エナジーは高いというなかなか尖った性能になっています。集める食材はトマト、かぼちゃ、きのこ。食材確率が低いので本体の食材はだいぶ少なそうです。一応スキルにお手伝いサポートがくっついているので、チームのポケモンたちからある程度の食材を引っ張ってくることは可能かと思います。そんなメインスキルについては後ほど詳しくお話しします。最大所持数は19個で、伝説のポケモンとしては多い方です。食材確率も低いので、木の実 S がなければ6時間くらいは耐えてくれるみたいですね。もちろんお手スピモリモリだともっと早く埋まってしまいますし、一括睡眠マン的にはこれでもちょっと足りないなとは思うので、お休みリボンをつけてあげたいくらいの絶妙な数値かなと思います。そしてフレンドポイントは30。結局ここがめちゃくちゃ大変ですよね。無課金初期勢パルは昨年のクレセリア対ダークライではマスターサブレなしでクレセリアを4匹ゲットできていたんですが、これでもかなり運が良かった方だと思ってます。さらにね、1匹目がいわゆるお通し個体であることを考えると、厳選についてはとんでもなく難しいと言わざるを得ないのかなと思います。この時点でがっつり課金している方であれば、サブスキルが完璧な別のポケモンを探せばいいとなりそうなので、実は意外と無課金向きではあるのかもなとは思ってます。ラティオスも含めて各 2,3 匹程度で決着をつける必要がありそうなので、徳を積むためによろしければグッドボタンをよろしくお願いします。あとは特別なポケモンとなっておりまして、育成が大変ですが、まあなんとかなるというかなんとかしましょう。そんなラティアスです。それではここからはラティアスの強さについてより分かりやすく理解できるように深掘りしていきたいと思います。メインスキルの強さとドラゴンタイプの木の実エナジー的にはどうかみたいな部分を追っていきたいと思います。まずはメインスキル、癒しの波動元気 ALS、こちらを深掘りしていきましょう。癒しの波動はチームのポケモンからランダムに2匹を回復させてお手伝いサポートまでしてくれるスキルとなっております。回復量の合計は通常の元気エールと同じで、レベル6の時22回復 ×2 匹の44回復となっており、十分そうに見えるものの、スキルの期待値は元気エールヒーラーとして見ると最も低く、回復量の合計はトゲデマルと近しいくらいになっています。元気オール最強のサーナイトと比較すると回復量は47% 程度となるようなので、回復量に関してはざっくり 0.5 サーナイトって感じで覚えておくといいかもしれませんね。元気エールとオールはそれなりに役割違うんですが、ひとまず回復量は 0.5 サーナイトと。そしてお手伝いサポート部分、ポイントになるのはおそらくここだろうと思ってます。癒しの波動レベル6ではお手伝い4回 ×2 匹の合計8回分しかサポートしてくれないので、当然他のお手伝いサポートポケモンたちよりは少なくなります。ラティアスが期待値 4.45 回 ×8 回で 35.6 回分、およそ36回で、お手伝いサポート最強のエルレイドがスキルレベル7だと 5.71 回 ×12 で 68.52 回分、およそ69回分ってことで、お手サポ最強のエルレイドのおよそ 52% 程度になっているので、こちらも超ざっくり 0.5 エルレイドとしてしまいましょう。ということで、ラティアスの癒しの波動は 0.5 サーナイトと 0.5 エルレイドを足したようなスキルとなっております。ラティアスはラルトスの第3の進化系か何かだったんでしょうか。そういや名前も似てますしね。という冗談はさておき、
サーナイトもエルレイドも強力なポケモンとして知られているかと思うので、ラティアス単体であってもそれなりの強さがあるかなと思います。ってことでまず最初にラティアスを狙うかどうか迷ったら 0.5 サーナイトエルレイドをゲットしたいかどうかで考えてみるといいかなと思います。ただそうなってくると特に課金できるリサーチャーにとっては1サーナイトと1エルレイドをしっかり厳選して採用した方がよっぽど強いのではとは思ってしまいますね。特にヒーラー最強のサーナイトははちゃめちゃバケモン個体を探しているという方も少なくない印象なので、特に最強ヒーラーがいる方はお手サポ部分、そしてラティオスとの組み合わせに注目したいところです。すでにこの画像にも記載しているんですが、一緒にラティオスがいる時の癒しの波動レベル6はお手伝いサポートの数が4回 ×2 から7回 ×2 に 1.75 倍増加しますので、トータル62回ほどになるみたいなんですよね。こうなるとウィンディ・サンダースを抜いておよそ 0.9 エルレイドほどになります。電気タイプが他にいない時のライコーにも近くなりますね。そんなわけでラティオスがいればおよそ 0.9 エルレイドに 0.5 サーナイトがくっついているということになりそうなので、さすがに強そうなんじゃないかなと思います。さらにこの時当然ラティオス側にも何かしらの強化が入ることになるでしょう。そうであってほしいんですけど、そこはまだ未知数なんですが、仮にどちらも癒しの波動だったとしたら2匹でおよそ1サーナイトと 1.8 エルレイドになることになります。2匹になった分ラティオスがスキルのポケモンだったとしたらお手サポの強さが発揮されきらないこともあるかなと思うので、2匹で 2.6 匹分くらいとかそんな感じで思っておいていいんじゃないかなと思います。これさすがに強くないですか？違うスキルで来るんじゃないかとは予想してるんですけど、ラティアスのように単体が 1.3 から 1.4 匹分くらいの能力になるのであればラティオスもそうなるのではと予想できるので、2匹で 2.6 匹分くらいになってればサブスキルがそれなりだったとしても結構戦えるポテンシャルはあるんじゃないかと思うんですよね。最終的にそこに育成しづらさが乗っかってきたりするわけなんですが、スキルの評価としてはまずここを意識してみるといいんじゃないかなと思いました。ラティアスの癒しの波動、単体だと 0.5 サーナイトに 0.5 エルレイドがくっついたくらいで、ラティオスがいればお手サポが 0.9 エルレイドくらいに強化されて1匹で 1.3 匹から 1.4 匹分くらいの強さとなりそうです。で、今回の計算では全員スキル確率アップ M を持っている時のスキル期待値で計算していたわけなんですが、ラティアスがまともに厳選できなそうな一方で他のポケモンたちってそれなりに厳選することも可能かと思います。例えばこれはサーナイト、ニンフィア、エルレイド、サンダースをスキル確率アップ M、お手伝いボーナス、お手伝いスピード M、性格身長にしてあって、お手伝いボーナスは自身のスピード 25% 分アップみたいな感じで計算されているはずです。仮にこのレベルでとんでもない子を育成されている場合だと、スキル確率アップ M のみのラティアスってラティオス込みだったとしても 0.34 ニンフィアに 0.72 サンダースをくっつけたくらいになるんですよね。まだ割と強いんですけどね。ただしこうなってくると育成しづらいのも相まって、ドチャ強サーナイトとドチャ強エルレイドを育成して編成すればよくねって感じになりそうだなとは思うので、やはり特に最強ヒーラーや最強お手サポ使いがいる方はラティアスがそこまで強く感じられないってことは起こりうるだろうなと思います。そんなわけでスキルについてはだいたいそんな感じ。癒しの波動は回復量はざっくり 0.5 サーナイト、お手サポは 0.5 エルレイド、ラティオスがいれば 0.9 エルレイドくらいになるぜ、強そう。一旦こんな感じで理解しておこうかなと思います。さあそれでは続いてこちらも大切な部分、ドラゴンタイプとしてアンバー担当としてどうなのかっていうところも見ていきたいと思います。ってことでドラゴンタイプのポケモンたちにお集まりいただきました。全員レベル60。左のラティアスはスキル確率アップ M、右のラティアスは木の実の数 S でどちらもスキルレベル6です。その他のポケモンたちは木の実の数 S を持たせてあります。オンバーンのみスキルレベル7です。フィールドはアンバー渓谷、フィールドボーナス 85% で、料理はみんなの食材がそれなりに使えるようにパンケーキとコーラを作る時のエナジーになっています。ちょっとボーマンだとオンバーンには不利な条件になってますね。そこは今後に期待として、お絵描きしてあるのは木の実エナジーです。ラティアスはお手サポが全て自分に当たった時の木の実エナジーが足されてます。オンバーンはスキルのエナジーも入ってます。っ
ってことで見ていくんですが、まず右側のキノミエス・ラティアス。キノミエス・ラティアスはさすがに普通に強そうだなと思います。お手サポが全て自分に当たった場合でもボーマンダを超えてくるようなキノミエナジーになるので、それこそボーマンダやチルダリスに当たった場合、さらにエナジーがかさ増しできますし、ラティオスがいればここから 1.75 倍お手サポ部分が強化されることになるので、仮にラティオスがスキルのポケモンで木の実1個だったとしてもトータル強化になるはずです。ってことで、キノミエス・ラティアスはアンバー担当としては普通に強いと思うので、ゲットできたらぜひ育成してほしいなと思います。ただし、ラティアスが強いのってみんなが育った後での話なんですよね。ラティアス単体だけを育てていても、アンバーの木の実担当としては多少心もとないはずです。今回の計算結果はお手サポが全て自分に当たった想定なんですが、それこそ周りのポケモンたちがスキルのポケモンたちばかりだったらこうはうまくいきませんよね。ってことで、ある種当たり前なんですが、ラティアスを生かすとなればボーマンダやチルダリスなんかも合わせて育成したくなるんですよね。なんならラティオスも育成したいですし、ボーマンダもラティ兄弟も育成が大変なポケモンたちです。ってことで、キノミエス・ラティアス、アンバー担当としては十分に強いと思ってるんですが、今すぐ最強のポケモンってわけじゃないんですよね。これはクレセリアとかダークライとかも同じなんですけどね。なので、今すぐアンバーの木の実担当が欲しい場合や、単体のスペックだけで戦おうと思うのであれば、それこそボーマンダとか、なんならバタフリーとかの方が全然強いはずですね。それはそうと、キノミエス・ラティアスだけでも無課金目線では十分なエナジーが稼げると判断しちゃえるラインかなと思っているので、ラティアスを育てながらぜひ相性のいいポケモン探しをしてみてください。ってことで、一旦キノミエス・ラティアスは普通に強いという結論にして、スキル確率アップ M ラティアスはどうでしょうか。そう簡単にキノミエスなんて引けませんからね。ってことで見ていくんですが、木の実担当としてはさすがにちょっと力不足でしょうね。さらに、どうやらヒーラーとしてラティアスを入れるのとサーナイトを入れるのとでそんなに変わらないみたいなんですよね。ここはラティオス待ちっていう感じがするんですが、サーナイトとラティアスだと役割がちょっと違うので、最終的にはヒーラーも併用していく形を目指すところかもしれませんね。と、超ざっくりこんな感じかなと思います。いかがでしたでしょうか。ここまでを改めてまとめると、ラティアス単体の能力としては、癒しの波動が 0.5 サーナイトに 0.5 エルレイドがくっついているくらいのスキルでした。これはスキル確率アップ M の時の話。で、ラティオスが来たら 0.9 エルレイドくらいになりそうなので、2匹で編成してこそ伝説のポケモンらしい活躍が見られそうです。そこまでいくと最低限のお手伝いブーストダメなんかも行えるかもしれませんね。で、木の実の数 S の適性は高いんですが、相性のいいポケモンたちがいてこそ強くなるので、未来で強いタイプのポケモンということができるかもしれません。また、ヒーラーとしてはやや物足りないですね。そして結局問題は厳選とメインスキルの種とかになってくるでしょうかね。厳選すべきかどうかに関しては、すでにめちゃ強ヒーラーやめちゃ強お手サポ系のポケモンがいるのであれば慎重に考えても良さそうなんですが、ラティオスのロマンもしっかりありそうなので、ドラゴン推しなら積極的に狙うべし、そんなポケモンかなと思いました。ってことでね、ぜひここまで見てくださった皆さんのラティアスの評価もお教えいただけますと幸いです。で、ここからは無課金初期勢パルの超個人的な評価を抜き出していきたいと思います。ラティアス、無課金には結構おすすめなのでは？こんな感じでいきたいかなと思います。私ね、ラティアスの性能を無課金美課金くらいの方にはだいぶ押せるんじゃないかなと思いましたね。初期勢でも押せると思いましたし、後発の方にはより押せるかなと思いました。これはね、めちゃめちゃ私の話なんですけど、私厳選基準ゆるゆる TV なので、例えばサブアカのメインヒーラープクリンなんですよね。このプクリンね、スキル確率アップ M サーナイトくらいには強いので十分強いと思ってるんですけど、そこそこじゃないですか。で、ボーマンダも育成してるんですけど、木の実の数 S があるくらいの子なんですよね。なんならちょっと食材確率が上がってたりとかします。で、最初にね、厳選基準ゆるゆるとは言ったんですけど、個人的にはこれでも結構厳選基準ゆるくないつもりなんですよね。
単純にこれ以上の子がそうそう来ないです睡眠タイプ狙いとかもしてないので、個人的にはね結構絞ってこれなんですよね。でそれくらいでやっている身としては、スキル確率アップ M のラティアスとラティオスとかがゲットできたら十分強いんじゃないかなとは思ってるんです。で伝説のポケモンなので、もうサブスキルの種とかもバンバン使っちゃっていいのかなと思うので、意外と厳選もなんとかなるんじゃないっていう思いがあって、少なくともイベント中はしっかりゲットするつもりで動いていきたいなと思ってます。で唯一個人的に問題があるとすると、ライコーとスイ君をすでに育てているっていうのがまあまあ懸念なんですよね。しかもねこの2匹とも強いんですよねいやありがたい話なんですけど、ここが、言ってしまえばすでにつよつよお手サポポケモンは持っているっていう状態なので、ラティアスラティオスともに実際のところはアンバーだったりとか、次のドラゴン島を見据えた厳選基準を設けないといけないだろうなと思ってます。でもね今メインアカウントではクレセリアも育成していて、そのフィールドで特化して強いポケモンたちを3年近くとか遊んでると結構集めていく流れになってるなぁと思わないでもないので、今採用できるかどうかより未来で採用できるかどうかまで含めて、ちょっと気の長いお付き合いをしていきたいなーって思ってます。そんなわけでまずはラティアス厳選がなんとかなってほしいですし、多分育成するのもラティオスが来てからになるんじゃないかと思うんですけど、ドラゴン島にある程度特化した戦力を2匹分埋められる可能性のあるポケモンたちなので、私にはかなり魅力的に映ってます。でラティアスたちがうまいことゲットできたら、そっからボーマンダとかチルタリスも探していこうかなっていう感じですね。オンバットさんに関してはラティオス次第となるでしょうかね。そんな感じで個人的には普通のポケモンを厳選するよりワンチャン楽な可能性があるので、まずはイベント中頑張って、うまいこと言ったら今度は達米厳選を頑張るみたいな、そんな温度感でやっていこうかなと思ってます。そんなわけでね、今のところかなり期待しているラティアスなんですけれども、ぜひとも皆さんの評価もお教えいただけますと幸いです。いろんな視点をね頂戴できたらなと思います。考え変わったらねまた日々の動画とかで発信していこうかなと思いますので、ぜひともチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。といったラティアスの無課金評価でした。コメントお待ちしております。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みになります。ぜひ高評価で徳を積んでいただけたらなと思います。いつも応援本当にありがとうございます。それではラティオスのロマンに向き合えるように、まずはラティアスリサーチ、皆さんに素敵な出会いがあることを祈ってます。まずはお通し個体をゲットするところからですね。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。